ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回のテーマは近代戦の要素を全く変えてしまった機関銃です。手回し式のガトリングガンから反動とか、あとガス圧を利用した自動式へ劇的な進化を一緒に見ていきたいと思います。はい。この技術が戦場の常識をどうやって覆していったのか、そしてどう現代の戦闘に不可欠なものになったのか、その核心に迫っていきましょう。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の探求を見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。まずそもそもの話から始めると、遠くに物を飛ばして攻撃するっていう考え自体はこれはもう非常に古いですよね。古代のスリング、つまり投石機とか弓やカタパルトなんかがその例ですよね。より遠くからより効率的にっていう。そうですそうです。その欲求はもう人類の戦いの歴史と共にあるわけですね。中にはその後の連射兵器につながるようなアイデアも見られますよね。ポリボルスなんかはマガジンみたいな仕組みで矢を連続で撃てたと。そういう記録がありますね。一人馬兵士がまるで複数人分の働きをするっていうこの考え方の原型みたいなものがすでに古代にあったっていうのはちょっと面白いですね。そしてやはり大きな転換点になったのは火薬の登場ですね。火薬を推進力に使うことで投射物の威力とか射程が飛躍的に増えたわけです。初期にも連射をちょっと意識したような試みはあったんですね。例えばリボ複数の重心を束ねて一斉にあるいは連続して撃とうとしたっていう、これは後の機関銃のごくごく原始的な発想と言えるかもしれませんね。そうですね。少ない人数でできるだけ多くの弾を敵の方向に送り込もうという意図があったんでしょうね。ただそういった試みはあったものの、本当の意味での連射にはまだ技術的な壁があったと。特に点火方法ですね。火縄式からホイールロック、フリントロックへと進化はしましたけど、これらはやっぱり一発撃つごとに結構手間がかかるんで、素早い連続射撃は難しかったんですね。フリントロックの時代にもリボルバーみたいな回転式のアイディアはあったみたいですけど、ただ構造が複雑だったり信頼性が低かったりして広くは普及しなかったようです。そこに19世紀の初めにパーカーションキャップ、雷管が登場したわけですね。これが決定的だった。まさにパーカーションキャップは画期的でした。それまでの点火方式に比べても格段に信頼性が高いですし、湿気にも強い。発射までの手順もかなり簡単になった。つまりこの小さな雷管こそがそれまで夢物語に近かった連射というアイデアを現実的な兵器開発の訴状に乗せる技術的な扉を開いたと言えるんじゃないでしょうか。なるほど。ここからが面白いですよね。パーカーションキャップのおかげで信頼性の高い連射機構が可能になってくると、いろいろなアイデアが一気に花開くと。特にアメリカの南北戦争1861年から65年、この前後っていうのは発明家たちの競争がすごかったみたいですね。そうですね。例えばエイガー・コーヒー・ミルガン、名前が面白いですよね。資料によれば手回しのクランクで弾をホッパーから供給して発射する仕組みが当時のコーヒー履き機に似てたことから、この愛称がついたそうです。単一の重心ながら毎分120発っていう当時としてはこれは驚異的な連射速度を誇りました。120発。しかも加熱対策として予備の重心が用意されてて、資料によるとなんと送風機による強制冷却装置まで備えていたと。すごいですね。リンカーン大統領も関わってたとか。大統領自身がそのデモンストレーションを見て感心して陸軍に購入を進めたなんていう記録も残ってるみたいですね。でも当時の軍の上層部っていうのはこういう兵器にはまだちょっと懐疑的だったんですかね。そうみたいですね。資料を読むとやっぱり単一重心での高速連射は重心がすぐに加熱してしまうという問題とか、何より弾薬、弾の消費量が膨大になることへの懸念が強かったようです。弾薬補給の問題ですね。結局エーガーガンは一部で使われたものの、限定的な採用にとどまったようですね。なるほど。それで南北戦争期からその後にかけて主流になったのはやっぱり複数の重心を持つ手回し式の連射兵器だったと。その最も有名な例がリチャード・ガトリング博士が発明したガトリングガンですね。ガトリングガン、まさに機関銃の代名詞的な存在ですね。クランクハンドルを回すと複
複数の重心が束になって回転して、それぞれの重心が装填、発射、廃胸っていうサイクルを順番に行う。そうです。これで継続的な連射が可能になったわけです。初期のモデルはまだちょっと課題があったみたいですが。ええ、1862年の初期モデルは紙で包まれた弾薬と鋼鉄製の再利用可能な薬室、チャンバーですね。これを組み合わせる方式でまだ信頼性にちょっと問題があったんですね。ふむふむ。ですが1865年モデルで自己完結型の金属薬莢に対応するように改良されると信頼性が飛躍的に向上しました。金属薬莢の登場も大きかったんですね。これが米陸軍とか海軍に採用されて世界各国にも輸出される、成功の要因となりました。ただやはり本体も弾も重いので歩兵が戦場を動き回りながら使うにはまだちょっと不向きでしたね。ヨーロッパでも似たような試みがあったんですね。フランスのモンティニュー・ミトライユーズ。ミトライユーズですね。多数の重心37本とか、それを持って装填済みのプレートを差し込んで、一斉射撃とか連続射撃を行う仕組みでした。ただこれはあまりうまくいかなかった。そうですね。操作がやや複雑だったこととか運用上の問題もあってちょっと期待されたほどの効果は発揮できなかったと言われていますね。なるほど。一方でアメリカ人の発明家ベンジャミン・ B ・ホチキスがフランスで開発したホチキス回転機関砲、これはガトリングガンに似た多重心回転式、5重心ですね。それでより口径の大きい例えば37ミリの榴弾を発射できたんです。榴弾を。これは特に海軍で水雷艇みたいな小型の高速艇を攻撃する兵器として成功を収めました。これも手動のクランク式ですけどね。なるほど。エイガー、ガトリング、ミトライユーズ、ホチキス、いろんなアイディアが試されたわけですけど、ここで重要なのはこれらは全部兵士がクランクを回すとかの手動操作によって連射を実現してたっていう点ですね。まさにその通りです。この状況を、根本から変えたのがアメリカ出身の発明家ハイラム・マキシム。彼はですね、銃が発射される際に生じる反動、リコイル、つまり後ろ向きの衝撃エネルギー、これを利用して装填から廃胸までの一連の動作を完全に自動で行う機構を発明したんです。ついにマキシム機関銃の登場ですね。これは文字通り革命的でしたよね。マキシムが1883年に最初の特許を取得したと。銃自身が発生する力を利用して引き金を引き続けるだけで弾が連続して発射する。まるで銃が自分の力で次の発射準備をするような。そういうことです。これが現代に続く自動火器の基本原理、反動利用方式、ショートリコイルの確立ですね。具体的にはどういう仕組みなんですか？重心とボルト、遊艇ですね。これが発射の瞬間に一体となって短い距離を交代するんです。で、その動きを利用して薬莢を排出して次の弾を装填する巧妙な仕組みを完成させました。なるほど。球弾方式も初期の試作ではドラム式なんかもあったみたいですけど、最終的には持続的な射撃に適した布製のベルトに弾が連なっているベルト球弾方式を採用しました。このマキシム機関銃は特にイギリスで高く評価されて採用されたんですよね。そして1893年から94年のマタベレ戦争とかアフリカでの植民地戦争でその圧倒的な威力を示したんです。少数の兵士がマキシム機関銃によって多数の現地部族兵を制圧したという事実は戦争の様相を一変させるほどのインパクトを与えて、マキシム以前と以後と言われるほど戦術に大きな影響を与えたんですね。それはすごい影響力ですね。そしてほぼ同じ時期にもう一人の銃器設計の天才ジョン・モーゼス・ブローニングも自動火器の開発に取り組んでいました。彼はレバーアクションライフルとかですでに多くの成功作を生み出したまさに銃器界の巨匠ですね。マキシムが反動を利用したのに対してブローニングはまた別のエネルギー源に注目したんですか？そうなんです。ブローニングは銃弾が重心内を進む際に発生する発射ガスの圧力の一部をですね、重心に開けた小さな穴、ガスポートって言いますけど、そこから取り出してその力でボルトを交代させて自動装填を行うガス圧作動方式を考案したんです。ガス圧ですか。なるほど。1890年に特許を取得してコルト社から M1895 機関銃として発売されました。作動時に
重心の下にあるレバーが地面を掘るみたいに前後に大きく動くんで、ポテトディガー、芋掘り機っていうちょっとユニークなニックネームで呼ばれたことは資料にも書かれてますね。ポテトディガー。これはアメリカ海軍で初めて採用された自動機関銃になりました。そして面白いことに、ブローニングはマキシムと同じ反動利用方式ショートリコイルの機関銃も開発してたと。1901年の特許がそれで、これが後のブローニング M1917 機関銃の原型になったんですね。第一次世界大戦にアメリカが参戦した当初、1917年ですね。実は最新式の機関銃が不足してたんです。キューバしのぎにフランス製の商社機関銃なんかを導入したんですが、これらが性能とか信頼性の面で問題が多くて、前線の兵士たちをかなり苦しめたそうです。大変だったんですね。そこにブローニングが開発した2つの画期的な自動火器が登場するわけです。一つは先ほど触れたショートリコイル方式を採用して重心を水で冷却することで持続的な連射を可能にした M1917 機関銃、そしてもう一つがガス圧作動方式を採用したブローニングオートマティックライフル、通称 BAR。 これらはアメリカ軍の火力を大きく向上させた重要な兵器として扱われています。 BAR はそれまでの機関銃とはちょっと違うんですよね。BAR は一人の兵士が携行して歩兵分隊と一緒に前進しながら射撃できるより軽量な自動火器として設計されました。いわゆる分隊支援火器の先駆けと言えるかもしれませんね。箱型のマガジンから給弾します。なるほど、持ち運びができる。そうです。一方 M1917 は三脚に据え付けて陣地なんかから猛烈な射撃を浴びせるための持続射撃能力に優れた機関銃です。水冷式なので長時間の連続射撃でも重心が加熱しにくいのが特徴でした。これらブローニング製の火器は第一次世界大戦の末期に実戦投入されて、その高い信頼性と性能で兵士たちから絶大な支持を得ました。なるほど。マキシムの反動利用とブローニングによる改良、これらの自動化技術の確立がその後の機関銃開発の2つの潮流になったわけですね。まさにその通りです。これらの自動機関銃の登場は兵士1人当たりの火力をもう劇的に増大させて、第一次世界大戦の代名詞ともいえる塹壕戦において戦術に決定的な影響を与えました。特に防御側が有利になったと。そうです。塹壕と有刺鉄線、そして機関銃、この組み合わせは非常に強力な防御システムとなったのです。手動から自動へ、そして第一次世界大戦を通じてその威力が証明された。でも戦いって防御だけじゃないですよね。攻撃においてもこの新しい火力っていうのは重要になってきますよね。そこが次の進化のポイントなんです。第一次大戦の強着した塹壕戦を打破するためには防御陣地を制圧するための火力が必要でした。しかしマキシムや M1917 のような水冷式の重機関銃はやはり重くて移動が大変なんです。そうですよね。そこで BAR のように歩兵とともに前進できるもっと軽量で機動性の高い自動破器が求められるようになった。これが軽機関銃というカテゴリーの誕生につながっていくわけです。軽機関銃ですか。つまり重機関銃よりも軽く歩兵が扱いやすい機関銃ということですね。そうです。面白いのはですね、重機関銃という言葉はもともとは存在しなかったってことなんです。マキシム機関銃のような初期の自動機関銃がまずあって、その後により軽量な機関銃が登場したことで、それらと区別するために従来型の重い水冷式の機関銃が重機関銃と呼ばれるようになったというわけなんです。なるほど。対比によって生まれた名称だったんですね。第一次大戦後、各国でその軽機関銃の開発が進んだと。第二次世界大戦にかけて各国の主力となる軽機関銃が登場します。イギリス軍ではチェコスロバキアの設計をもとにしたブレンガン。ブレンガン有名ですね。フランス軍では FMML1924-29 軽機関銃、ドイツ軍では汎用機関銃というコンセプトも取り入れた MG34 やその後継の MG42、そして日本軍では11年式軽機関銃や96式軽機関銃などが開発配備されました。これらは基本的に空冷式で、多くの場合2脚バイポッドですね、これを備えて兵士1人あるいは2人で運用できるように設計されました。
歩兵分隊の直接的な火力支援を担うことになります。アメリカ軍はどうだったんでしょう？ BAR がありましたけど。アメリカ陸軍の編成は少し特殊的でしたね。BAR は各歩兵分隊に配備されて、分隊が持つ基本的な自動破棄、つまり分隊支援機関銃としての役割を担いました。はい。それに加えて歩兵中隊レベルではブローニング M1917 を空冷化軽量化した M1919 機関銃を軽機関銃として複数配備して、より強力な持続射撃能力を確保していたんです。なるほど。つまり分隊レベルの機動的な火力としての BAR と中隊レベルでのより持続的な支援火力としての M1919 というなんていうか二段構えの体制をとっていたわけですね。手動から自動へ、そして重厚長大なものからより軽量で機動的なものへ、機関銃はまさに戦場のニーズに合わせてその姿と役割を変化させてきたんですね。まさに歩兵の火力を飛躍的に高めて、戦場の様相、そして兵士の生死をも左右する存在へと進化してきたと言えますよね。防御の要として登場して、やがては攻撃の先頭にも立つ火力支援の主役にもなった。その進化の背景にはやはりマキシムやブローニングのような発明家たちの才能と情熱、そして戦場からの厳しい要求があったわけです。さて今回の探究はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の探究が有益だと感じられましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回の深掘りでお会いしましょう。